こんにちは。大工の翔平です。今回は家一軒の断熱工事と気密工事をやっていきます。では断熱工事をやっていきます。この頃はね、断熱と気密が建物の絶対条件になってきましたよね。で今回のこのお宅の断熱の工法、前回動画でね上げさせてもらったお宅の工法と同じになります。気密のライン引きが少し違うだけでね、同じ工法の建物となります。グラスウールでぴっちりと囲ってやります。それでは壁からグラス入れていきます。全体の長さにね30ミリぐらい長く切ります。きっちり切りますとね、どうしても自分の重みで下がります。スコーとしますから必ずきっちりに切らないってことでね、どうしてもやっぱこんなグラスウール軽いと思っても自重があります。ですからこの自重で下がらんためにね、長さは必ず少し長く切ります。壁の断熱工事、グラスウールが入ったんで、今度は壁の気密工事をやっていきます。気密工事というのは、この気密シートをきちっと建物に貼ってやる。サッカーで台に貼っていくんですけども、サッカーの打った場所もテープあります。それがこの工法の気密工事になるんですけどね。実際はこの上に横動物が打てないので、縦に捨て動物、そういう形で壁の気密工事はやっていきます。気密工事、自分の現場としては2軒目なんですね。最初の1軒目はね大変でしたよ。汗でひっつきますしね、それにしてどう晴れるんかななんてやったんですけど、今回はこれで2軒目ですからね。前回はねもう一つコマの三角分もありました。そしてタルキの間に入れて上向いてこのシートを貼ったんですよね。その時はこれはもう自分ではできないかなって正直思いましたね。でもなんとかそれで通りましたし、それがありますから今回はねあんまり苦に思いませんね。何でも人間経験と慣れですね。本当にね、こういう専門的な建材はね、上手にできてるんですよね。マグっていうこの会社なんですけども、断熱材から気密シートから気密テープ、もうありとあらゆるものを一社でちゃんと出してるんですよね。そして当然のごとくシートを貼って、このテープを貼って、自社の純正のテープを貼ってもらわんとそれだけの効果が出ないよ、そういうふうにちゃんと謳ってありますね。ですからここへ少しお安めのテープを貼る。それではちょっと信用問題というか責任問題になってきます。ですからこういう風にお高いですけどね、でも上手になってますよね、世の中。そしてテープはね、こう床でピシッとこう折り曲がってるところを止めてやってね、きっちりとした気密ができるわけなんですけども、もし自分が木材だったら山で木切られて製材されて、これが3年4年干してあります。また製材してプレーナー通ってこういう風に建物として建てられます。で寒くないようにグラスウール入れてね、それをカッパみたいなもんですよね。ビニールシートでピシッと自分を覆われて、息もできないってことなんですよね。この木ね、家として建てられて、そしてそれがビニールで囲われて空気にも当たらず一生を得る木としたらどうなんでしょうね。自分だったら耐えられませんね。
そして気密工事最後として外部に接しとる構造用合板ですね。2階床の構造材もありますし、2階天井の構造材もあります。その合板の外回りだけをウレタン打ってあります。このことでね、合板と生糸の間から空気が出入り、それを確実に止めてあります。そしてサッシ周りはね、なかなかこのテープっていうわけにはいきませんからね、コーキングを打ってあります。それもね、しっかり押さえてね、シュッと塗っただけではなかなか切れてしまいますからね、念入りに間へ押さえ込むようにしてコーキングを打ちます。これで壁の気密工事は完成です。今度は屋根裏ですね。気密工事、断熱工事をやっていきます。今度は壁と違ってね、気密工事と断熱工事が逆になります。建物の天井の上にいますから、外側から見てるようになるんですね。ですから気密シートを先に構造用合板の上にシート貼ってテープ貼って、柱もきっちりとテープで押さえます。そしてこの気密をバッチリした上に断熱材を置いていきます。屋根裏の壁ですね。この壁部分に赤ボードを貼ります。これは22畳区域、少しでも隣への延焼を認める、時間を稼ぐっていう意味の順防化のこの壁を貼る22畳区域で決められてますので、木が完全に見えないように張り詰めなダメなんですけども、屋根はいいんですよね。壁も下手な上まで張りますとね、ここ換気に使いたいんでね、面倒の部分は貼れないんですけども、貼れるだけの部分にボードを貼っていきます。では断熱材を入れていきます。この場合は入れるというよりもね、床が張ってありますから引き詰めるっていう形ですね。厚みは壁と同じです。120のグラスウールを二重に引き詰めます。正直ね、床の上に引き詰めるだけですから、もっと楽に簡単に引き詰めれるやろうななんて思ってたんですけど、1重目はいいんですよね。1列目は2列目になるとね、この120あってもこの踏むと本当にスポンジのように縮んで膨らんでなかなかね、きちっとこの引き詰めるって難しかったですね。最後に点検口って取ってありますから、その点検口から逃げるようにして断熱材を二重に引き詰めます。120のグラスウールを二重に引き詰めると、もう絶対にこの断熱あったかそうですよね。でもこれは絶対に布団にはしたくないですね。
今日はね機密検査やってもらってるんですけどね、なかなかねちょっと風がありましてね、エラー続きましてね、機械を変えて高感度なシビアな機械の方に変える。その時に嫌な予感したんですけどね、それで計測はしてもらいました。終了です。102.41 214でございます。とてもいい数値です。で1回目でね結構いい数値出たんですけどね、なんかみんな納得しないんですね。どっか漏れとるやろう言ってあちこち探し出しました。こういうの可能性がある、そういうとこをねウレタンとテープでもう一回貼ってきました。正直ね3人も4人もで探せば、ほら努力すればしただけの結果は出ると思います。それではもう一度測定します。よろしくお願いします。102.41。よし、すごい。7センチも縮まりましたね。7センチ平米ですけど、N 値もさっきより全然良くなってます。間違いなく機密は良くなってると思います。間違いなくコンマ1なので。これで家一軒の断熱工事、そして機密工事も終わりました。先ほど機密検査していただいたんですけどね、いい数値が出てよかったです。これでもうどっからでも動作はしていけます。以上、ライブ少年でした。